はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回は VMAX1200 エンジン不調というわけで原因究明編です。先日車検もなんとか合格し、久しぶりに乗ろうと思ったらとても乗れる状態ではありません。そこでエンジン不調の原因を究明していきたいと思います。まずはプラグを JR8C に交換して変化を見たいと思います。最後までゆっくりしていってね。電気系統が弱点と言われている VMAX、今まで特に困ったことはなかったのですが、ここに来て過去最悪の状況。めったに乗らないからエンジン始動直後失火くらいは仕方がないと思っていました。エンジンが温まると失火は収まり、普通に走れていました。プラグの焼け方は悪かったのでイリジウムに交換していたのですが、年々ひどくなっていくばかり。そこで初めに不調の原因について仮説を立ててみます。簡単で部品代の安い方から消去法でやっていきます。ちょっとその前に、今回エンジンをかけながらの作業が続くので新アイテムを導入しました。ご近所迷惑対策2、名付けて静香ちゃんプラス。すいません、普通の洗濯機延長ホースでハサミで切り込みを入れパイプの中に押し込みます。この場所は住宅密集地なのでエンジン音が響いてしまいます。排気ガスも意外と家に入り込み、匂いが家中に充満してしまいます。先端は道路に出します。音量を測ってみましょう。環境音はだいたい48デシベルです。静香ちゃんプラス使用時のアイドリング音量は73デシベルです。そして通常時のアイドリング音量は79デシベルでした。静香ちゃんプラスで6デシベル下げることができました。セルを回してみましょう。とりあえずチョークを引けばエンジンはかかるのですが、回転が重そうでこれは何発か死んでいる。マフラーの中に溜まった生ガスに引火しました。仮説1、そもそも燃料はちゃんと来ているのか。キー4で燃料ポンプの作動音はしているけれど、まずはそこから確認。キャブから出ている黒いゴムホースに適当な延長ホースをつけます。キャブレターのフロート室からガソリンを抜いてみましょう。
ドレーンが横から出ていて作業が簡単なところが VMAX のすごいところです。ドレーンスクリューを回して開きます。失火とは関係ないかもしれませんが、燃料の状態を確認しておきましょう。綺麗なガソリンが出てくるか、汚れや異物量に問題はないか。4番キャブ問題ないようなので閉めます。続いて3番キャブに延長ホースをつけます。3番キャブも問題ないようなので閉めます。反対側1番と2番です。2番キャブ問題なし。1番キャブ問題なし。4つすべてのキャブレター内のガソリンですが、異物や色、量の異常は特に見受けられませんでした。余談ですが、長期保管で乗らないときは同じように抜いておく方が無難です。ガソリンが腐って固まるとキャブの分解清掃になってしまいます。ここで丸1燃料原因が消えました。仮説2、バッテリーの蓄電が不十分。VMAX1200 はバッテリーからの電力で点火しているので、バッテリーが弱くなると失火が起こりやすくなります。夏場にファンが回り出すと失火が起こるケースはそのためです。12.1V なので始動はしますが、電圧だけでは蓄電量は測れません。簡易的に電圧で見ているだけなので、あくまでも目安です。少し低いようなのでバッテリーを充電しておきます。いつでも充電くん。やはり2時間ほどで完了しました。エンジンをかけてみましょう。失火は収まり少し良くなりました。でもまだまだバラバラです。ここで丸2バッテリーも OK です。仮説3、プラグの問題。まずは VMAX の 18mm プラグレンチ選びについて。横から丸見えの状態にもかかわらず回転させるため意外と高さが必要で、いろいろ試した結果、長さ 6cm のプラグソケットと 7.5cm のエクステンションに落ち着きました。2つを合体させた全長は 12.5cm。それではプラグを外してみましょう。外す前に必ずシリンダー横の水抜き穴からエアダスター等でゴミやホコリを飛ばします。もし硬い異物が燃焼室に落ちたらバルブシートはやられます。3番シリンダーです。全く焼けた跡がなく汚れていません。4番シリンダーです。同じく焼けた跡がなく新品同様です。1番と2番割愛します。実は数年前から暖気中のミスファイヤーが気になりだして、着火力の高いイリチウムプラグに交換していました。
換後は調子も良かったのですが、わずか1000キロも走っていないのに、長寿命のイリジウムプラグが原因とは考えられず、もはやプラグの問題ではない。1番2番は焼けた形跡がありますが、3番4番は湿っていてまるで新品のよう。ここで右側の3番4番シリンダーが怪しいということになりました。バランスチェックをしてみましょう。動いているエンジンのプラグコードを触ってみます。4番シリンダーです。リズムが変わりました。抜いてみます。動いています。3番シリンダー抜いてみます。なんということでしょう。2本抜いても回転に変化なし。1番も抜いてみます。さすがに止まりました。この VMAX は2気筒だけでエンジンが動いていたわけで、3番4番シリンダーは回転に参加していないという状態でした。さすがに気筒だけでは回らないと思うので、1番と2番は正常と思われます。事前にエキゾーストカバーを外しておいたので、非接触温度計で測ってみましょう。1分間の暖気後、マフラーの温度差を見てみましょう。31.4 度、 22.6 度、 25.2 度、 37.0 度。やはり右側の力筒の温度が低いので、失火または火花が弱いと思われます。イリジウムは火花が強く長寿命とはいえ、電極が針のように小さいのでかぶりには弱いかもしれません。そこで3番4番シリンダーだけを JR8C に変えてみようと思います。 VMAX ユーザーの間では定番の2極プラグです。果たしてかぶりに強いのはどっちだ？最終的には4本交換するつもりですが、2極プラグの評判は本物なのか？このひどい状態で JR8C に交換するとどうなるか確認したいと思います。最初は斜めに刺さらないように指で回します。締め付けトルクはプラグの径によって違い、直径 8mm の場合は10ニュートンメーターです。OK です。ではここでトルク電池を使わなくても10ニュートンメートルに相当する回転角度は何度なのか、回転角度法でやってみます。手で回して限界まで来たので、マジックでソケットに印をつけました。スタートポイントです。OK です。トルク電池で10ニュートンメーターの値が出たところでまた印をつけました。終点ポイントです。結果はちょうど180度でした。新品の場合は当たり面の座金がまだ潰れていないので180度、点検後などの最小の場合は座金がすでに潰れているので90度という感じになりました。それでは早速テストしてみましょう。だいぶ良くなりましたが、
根中も起こらず吹き上がりも問題なしです。左側1番2番はイリジウムのまま、右側3番4番は JR8C という状態。ここで3プラグの状態 OK です。そしてアイドリング時の電圧計による発電状況を見ると 14V 以上発電し、ジェネレーター OK、 整流変圧しているレギュレーター OK。 ここで仮説6、7が消えます。アイドリングも安定しバランスが取れています。しかし左右でプラグが違うのは正常とは言えず、そもそもの原因が改善したとは言えません。でも成果はありました。普通に走行できたということは、ピックアップコイルと点火制御のイグナイター問題なし。ここで8と9 OK です。そして最終的に一番怪しいのは、触った時にリズムが変わったプラグキャップおよびコードです。はめた時の手応えはあるのですが、なんかグラグラしています。というわけで次回全てのキャップとコードを NGK に交換してみます。失火が治らなければイグニッションコイルも交換となります。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。